今日は小花房という自然科学書の出版社の YouTube チャンネルの話をします。出版社のチャンネルって思いました？でもこれがですね、めちゃくちゃ面白いんです。小花房さんの YouTube チャンネルが本当に素晴らしくて、理工系の教科書を読んで勉強してる人なら必見と推したいくらいなんです。そして今日は小花房から出版されている未完の名著に関するミステリーを紹介したいと思います。前編しか出版されていないのに、前編に後編の目次だけが載っているとても不思議な教科書をめぐる研究者と編集者の熱い思いが込められたとても感動的なエピソードなんです。で、今日の動画なんですが、なんと小花房さんのプロモーションではありませんはい、なので人様のチャンネルを紹介しても私には1円の儲けにもならないんですよね。でも理工系の学問の勉強に欠かせない出版社や編集者さんの仕事に感謝を少しでも伝えたい、そんな気持ちで今日の動画を撮ることにしました。というわけで、お前も小花房のファンにならないか？では、小花房って何？という方もいらっしゃると思うので簡単に紹介します。小花房は物理や数学など自然科学書の出版社です。公式ウェブサイトを見ると、売れ筋の本や YouTube チャンネルをマスコットキャラクターの梅子ちゃんが紹介してくれています。梅子ちゃんとっても可愛いですよね。で、この小花房さんの YouTube チャンネルにどんな動画があるかというと、まず教科書の著者自身の講義動画があります。放送大学の岸根純一郎先生が小花房さんから熱力学の教科書を出版されているんですが、なんと先生ご自身が出演されて熱力学の講義をしてくれているんです。出版社が研究者を YouTuber デビューさせる事業もやってると見ることもできるかもしれませんね。そしてこれが今日のメイントピックなんですが、編集者が裏話を語ってくれる動画があるんです。これがですね、本当に面白くて、物理や数学の本の出版社の YouTube チャンネルなんて地味な企業の宣伝チャンネルなんじゃないのって思う方もいるかもしれませんが、全然違います。自然科学書の出版の裏には壮大なドラマがあるんです。私はこれを見て船を編むを思い出しました。小花房の YouTube は理系版船を編むだと言っても過言ではないと思っています。船を編むのことを簡単に説明すると、これは三浦紫音先生の小説で2012年に本屋大賞を受賞した作品です。国語辞典の出版を題材にした物語で、映画やアニメ、ドラマも大ヒットしました。編集者と国語学者が協力して国語辞典を作っていくという極上の知的エンターテインメントなんですね。私は船を編むという作品のテーマの一つって、自分の仕事、生き様を後世に伝えていくということだと思ってるんですよね。国語辞典の出版って大プロジェクトで、作中ではなんと13年の時間が経過します。それくらい長い時間がかかる仕事なんです。13年も経てば当然登場人物たちのライフステージも変わっていきますよね。結婚したり、年配の社員は定年退職したり、あるいは亡くなったり、そしてその中でさまざまな継承が描かれていると私は思ってます。で、これと全く同じことが小花房の YouTube チャンネルでも見られるんです。特に今日紹介する動画ではそれが強く感じられます。今日メインで特におすすめしたい小花房の動画がこちらです。未完の名著、前編に残された〇〇の秘密、そして学術書編集への思いを語る知をつなぐ。
未完の名著なんてタイトルからして気になりますよね。この動画で取り上げられているのが今井勲先生の流体力学前編という教科書です。この本1973年初版で今でも増刷されている名著なんです。電子版もあるので本棚を圧迫せずに手元に置いておけるのも魅力ですね。でもこの本には大きな謎があるんです。それはタイトルに前編とあるのに後編が存在しないんです。今井先生は後編を書かれることなく亡くなってしまったんですよね。でももっと不思議なことがあります。この前編には存在しない後編の目次が載っているんです。見てください。これです。後編は存在しないのに何を書く予定だったのか、その目次だけがしっかり残っているんです。境界層とか乱流とか電磁流体とかいろんなトピックが並んでいます。どれも読んでみたい。でも後編はないのに今でも前編と銘打って出版されているんです。読者の中には後編でないんなら目次はない方がいいという意見の方もいらっしゃるそうです。確かにそう思う気持ちもわかりますよね。読者からの期待の声も本当に多くて、動画に出演されている小華房の編集者の小野さんという方が若手社員だった頃に会社の電話番をしていると、今井先生の流体力学の後編はいつ出るんですかという問い合わせが本当に多くて、電話が鳴るのが怖かった時期もあったそうです。ではなぜこの目次は残り続けているのでしょうか。この謎が動画の中で明かされます。編集者の小野さんが今井先生と最後に会った時のエピソードを語ってくださっているんです。小野さんは今井先生のご自宅に何度も足を運んで、後編の原稿はいかがでしょうかと尋ねていたそうです。今井先生は当時もう80代のご高齢で、体力的健康的に厳しかっただろうに、それなのに仕事として原稿の催促をしなければならなかった小野さんの心苦しさも伝わってきます。そして小野さんが最後に今井先生とお会いした時、先生はこうおっしゃったそうです。本当に後編出せなくて申し訳ないと思っています。ただこの後今井先生が何と語ったのか、それはぜひ動画本編をご覧になってください。今井先生の研究者としての信念、小野さんの編集者としての使命感、それが伝わってきます。私はめちゃくちゃ感動してしまいました。この存在しない後編の目次はただの目次じゃなくて、今井先生の流体力学に対する思いそのものなんです。言うなれば今井先生が私たちに残してくれた宿題と考えることができるんですよね。だからこの目次は今も残り続けているんです。これこそが知識の継承の裏方である編集者の仕事なんだと感動させられました。私たちが50年以上前に出版された本を今でも読めるのは編集者の方々の仕事のおかげなんです。私たちって人類の知識は歴史が進むごとにどんどん進歩してきたみたいに思いがちですけど、実はそんなこと全然なくて、歴史的には失われた知識というのは数多くあります。例えばアレクサンドリア図書館、現在のエジプトのアレクサンドリアにあった当時のギリシャ文明の知識を記したさまざまな本が収蔵されていた紀元前3世紀に建てられた図書館ですが、この図書館は財政難や戦難などにより膨大な知識が失われてしまいました。身近な例だと10年前のブログのリンク先の参考文献とかもそうですね。たった10年前の出来事でさえ当時のことを正確に追うことは難しいんです。知識って維持するための努力をしないと簡単に失われてしまうんですよね。出版社、そして編集者は知識の次世代への継承という
とてつもなく重要な仕事をしているんです。小花坊のチャンネルには他にも本当に貴重なお話がたくさんあります。例えば久保良吾先生の熱学統計力学、通称久保統計と呼ばれる教科書ですね。その舞台裏を紹介する動画もあります。これは1961年に出版、1998年に修訂版が出た名著中の名著ですけど、小野さんは修訂版の編集に関わってらっしゃったそうです。久保統計の完全回答という物理を勉強したことがある人なら誰しもが胸を熱くする、あるいは背筋を凍らせる問いに対するエピソードが久保統計を知らない人にも分かりやすく紹介されています。修訂版が出た時に先生方へ接待した時のやらかしエピソードや、編集者の小野さんが学生時代に小花坊の教科書にハガキでクレームを入れたら、入社後に自分で自分のクレームのハガキを読む羽目になったみたいな人間味あふれるエピソードも含まれていて、とても親しみが持てるんですよね。本当に見どころ満載です。というわけで、小花坊の YouTube チャンネル少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ実際の動画を見てみてください。もしよかったら小花坊 YouTube チャンネルのチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。なんで私は自分のチャンネルじゃなくて人様のチャンネルのチャンネル登録と高評価をお願いしてるんでしょうね。いやー、何の儲けにもならないんですけどね。でも本当に素晴らしいコンテンツなのでぜひ見てほしいです。ではまた次回の動画まで。ごきげんよう。